こはいつもおなじみ川崎 DIY の舞台となっているディーズクラブ。今日はですね、あまり見ることのないドリフト天国編集部が入っているディーズクラブという会社をですね、ちょっとだけみんなにお見せしましょう。自社ビルの2階建て、下がガレージで上が編集部なんですね。見ますか？もともと倉庫だった建物を改装したため、ガレージは無駄に広いスペースが確保されている。このお宝のようなゴミ、こういうのみんなゴミです。エンジンとか、あれはね、デモカーだったクレスタのエンジンだね。その辺はアルミの値段が高騰しようと思ったら売ろうと思ってるアルミホイールの数々。そしてこの古臭い車は G ワークスっていう編集部のスタッフ。こちらもあれですね、社長の車ですね。 SR エンジンってですよこれ。そしてこれが僕の車ですね。こう見えても車検付き。このガレージ、車やガラクタが並んでいるだけではなく、リフトや各種工具などが完備され、整備や一通りのチューニングがこなせるようになっている。このようにですね、恵まれたファクトリーで、我がドリフト天国は数々のですねデモカーを生み出し、数々のデモカーを燃やし、成長させながらですね、紙面を作ってきたわけなんですけど、ディーズクラブといえば忘れてはならないのが悲惨な最後を迎えたデモカーの数々だ。華々しく紙面を飾ってきたピンクサフィーロも廃車になってこんなにコンパクトに。エンジンのみが今も残るクレスタは川崎編集長のチューニングが原因か真っ黒焦げ。しかし今回懲りずに新たなマシンを購入したという。なんと久しぶりにデモカーを買いました。S15 シルビアスペック R、 走行距離16万キロ、風間オートからコネで入手したお値段38万円の格安中古車だ。でもドリフトベースといえばさまざまな車種がある中、なんで S15 をチョイスしたのか。今15っすよ。13とか14とかはもう旧車ドリフトシルビアつったらもうイコール15なんですよ。15ってほら D1 グランプリで最多マシーンじゃんもう免許取り立てから D1 の優勝までいける車が15だから、それでも視野に入れてみて考えてね。もう適当に買ってないですから。うちとしては協賛パーツをたくさんつけて最終的に高く売るっていうことを考えてではなく、まあ、1号とはいえ10年ぐらい経ってる車でいろんなところをばらしてまだ使えるっていう、使えないっていうよりはまだ使えるっていうところを見るという優しい企画が多くなるんじゃないですか。15年落ちのシルビアをドリフト仕様にチューニングする、今だからこそ分かるドリフトベースとしての可能性をお伝えする企画なのだ。ここで川崎編集長が中古車のチェック法を伝授するぞ。38万円っていうとですね、ちょっと車に詳しい人はそれもしかしてスペック R、 つまりターボじゃなくて NA なんじゃないの、本当はスペック S なんじゃないの、 NA なんじゃないと思うでしょ。ちゃんと確認しましたから SR20 かっこ EET、 これを見ないと、ターボだったかターボじゃなかったかが分かんないので、皆さん中古車に行ってちょっと安いんじゃないのこれと思ったら、ちゃんとコンソメプレートを見て確認してターボ、R を買いましょう。あとギアだ。ターボは6速じゃないですか。NA は5速ですから、5速の NA にターボエンジンを乗せ替えてるっていう例もありますからね。絶対ターボがあったら6速かってセットに確認しましょう、ちゃんとね。もし NA ってこともありますよね。でもいいんですよ。NA ベースでターボエンジン乗せ替えるというのは、ベースが酷使されてなくてとてもいい。いやむしろ NA のまま乗ってもいいと思うんですよ。NA の入れともうちやってましたからね。NA でも楽しいんですけど、やっぱり皆さん多いだろうというターボ車でデモカーを作っていくということで、やっぱターボを選んだと。続いてリフトアップして下回りのチェックを行う。車を買ってきたらまず全体チェックしたいでしょ。なんか錆びてたりしないかとか、ブッシュがボロボロになってないかとか、ひびが入ってないかとかね、メンバーが割れるとかよくあるじゃないですか。ドリフトで酷使されてたような中古車だったら特に初めからメンバーが割れたりアームが折れたりする可能性もありますからね。一応チェックしましょう。車庫長は古いタイプのフスコの
全長調整式じゃないのがついてますね。デフも多分ノーマルデフのマウント、メンバーのマウント、ずっと見ていくと、車検取ったばっかりだからね。ノーマルマフラーすげえ、今や貴重。ノーマルマフラーでしょ。これ儲けもん。アペックスのスポーツ触媒とフロントパイプ、これは儲けものでしたね。後で買うと高いですからね。あとはミッションもノーマルだし、ちょっとオイル漏れてるけど、これ持病みたいなものですよね。これも後々修理するとして、フロントもタイロットもテンションロットもみんなノーマル。コンディションもいい。ノーマルのテンションロットとかは、切れてたりしたら嬉しいよね。早く交換したくなるから。切れてないとね、タチ悪いよ。こういうアンダーカバーとかもついてるし、こういうのも走り屋を目指すと捨てちゃうじゃないですか。いきなり路面にすっちゃって。ついてるからいいですね。これね、冷却に結構響くんですよ。ある方が冷えます。ベースとしては上等なんじゃないかなと。スタートとしてはいいですね。川崎編集長、ただ一つサスペンションメンバーが車体につながっているブッシュ部分が気になるご様子。これは変えなきゃダメですよ。ブッシュがダメになってるから交換するんじゃないんですよ。この場合純正が古くなってるとかじゃなくて、純正が新しくてもダメですから、走り屋を目指す足を語るんであれば、もういきなり交換。お待たせしました。川崎 DIY マルチリンクスペーサーの装着にチャレンジだ。リア足回りを支えるサスペンションメンバーは全部で6つのブッシュで車体につながっている。このうち直接フレームにつながっている4つのブッシュをガチッと止めてしまおうというのがマルチリンクスペーサーだ。メンバーがもうこういうふうに動いたらこういうふうに動いたりするわけですよ。これトラクションに大きく響いてきちゃうと思いますね。なので純正のそのありがたい優しい装備は、キャンセルしてしまうというのが走り屋の常識です。そこであれですよ、あれ、はいはい、イケアフォーミュラーのマルチリンクスペーサー。ブッシュの間にアルミの輪っかを挟んでこれを締めてしまえばもう動かなくなるっていう便利なものです。作業はブッシュの上下にスペーサーを挟むだけ。上下4つずつあるスペーサーはそれぞれ全く同じもの。間違える心配もないぞ。それの元祖がイケアフォーミュラーのマルチリンクスペーサー。よく覚えてください。この部品ただ挟むだけでもうシャキッとする、この便利な部品を作ったのはお分かりですね。イケアフォーミュラーのマルチリンクスペーサーですよ。他のものは全部、コピーこれの特徴はですね、スペーサーが C の形に切れてます。ここの上と下に挟むんですよ。だけど丸かったらメンバーを外さないと入れれないじゃないですか。こうボルトが通ってるから。イケアフォーミュラーのいいところはこれ C 型になってるから、緩めてちょっと隙間空いてたらシュッと挟めるんですよ。これとこれで挟むってことですね。このメンバーをこういうこと。ブッシュはあるけどもう挟んで締めちゃうからブッシュ関係ない。なんか紙ついてます。イケアフォーミュラーマルチリンクスペーサー検品合格証説明書お読みください。こんなものは見る必要がない。これとこれをここに挟むだけですから。無残に捨てられる説明書。皆さんご想像の通り、後々これが悪夢の原因となるのだ。まずはメンバー前側のナットを取り外す作業だ。メンバー自体が落ちてこないようにつっかえ棒で支えておく。ナットは車重がかかる部分だけにかなりのトルクで締め付けられていて硬い。鉄パイプでレンチを延長、渾身の力で回すとこんぐらい硬いですね。車体をリフトに乗せる位置が前しすぎたため手が届きづらく、激しく効率が悪い。このネジはボディから生えてるんですよ。だから慣れちゃったら、ボディ交換ね4箇所は4箇所のネジじゃなくて1箇所につき3本止まってれば済まるから、8本のネジを入れないといけないけどね。しかもどれもこれも湿気硬いし、ありますよね。そこに、多分こういうふうにほらぴったしだ。
こうやって入るように。一箇所ちょっとやってみようか。全部やんないで、もう見てる人の君のためにわざわざ効率を落として、一箇所やってみようかなと。ほらこのネジの見た今のネジの見た上上とほら少しこういうでしょ。ってことはここに隙間が空いたってことよ。そこにこれを。でも全然スペースが空かない。分かった。全部緩めなくちゃダメなんだこれ。そこでメンバー後ろ側のナットを外すことに。でも説明書には前側の取り付けナットから取り外す、メンバー取り付けボルト4本を一度に取り外さないでくださいとの注意書きが。大丈夫か。何が壊れてるわけじゃないですからね。これメンバー補強バーね、日産の作った。それが一緒に止まってたわけだ。自己流で全てのボルトとナットを外してしまう川崎。さあどうなる。これでネジ4本全部取っちゃったから、メンバーはこのボッコでボディにこう押し付けてるだけっていうことになりました。なのでこれでリフトを上げれば車だけが上に上がって、メンバーは下になるから、隙間が少しできて、挟めるんですよ。リフトを上げると、おお、メンバーとの間に隙間が空いたぞ。ここにスペーサーを差し込むのだ。はい、終わり。なんでこういう風になってんだろうね。それが俺には絶対にやるでしょそれ。こっちに意味があるのかな、これは。なんかね、さまざまな車種に対応するためこのようになっております。他社のこれのコピーはこうなってない。多分イケアフォーミュラのオリジナルであるの意味のアイデンティティだと思う。衣装だからこれも乗っけとけばいい。気にしたら試しにちょっと下ろしてみますよこれ。上げんじゃねえ。これね、いつだっけ。無事に翻弄されてるんですけど、リフトで翻弄されてるよね。リフトの上げ下げに混乱しつつもなんとか車体を下ろし、後ろ側の隙間は埋まった。しかし前側はというと全然隙間が埋まっていない。メンバーの後ろの方をつっかえ棒で支えているため前の方が車体にくっつかないのだ。説明書通りに作業をしていれば問題なかったのだが、だからこれネジ締めれないですよねこれでね。作業は身体極まったか。どうする。だからもういいじゃないですか。これここつけてもうネジ入れとけばいいんですよ。とりあえず後ろ側のナットを締めることに。下側のスペーサーも忘れずに挟んでナットを仮止め。リアが固定されたところでメンバーを支える棒を前に移動。これでうまくいくのか。ほらパイルダーオンってなんですね。後ろからやったらいいんじゃないかな。これで順番合ってるってことだよね。多分説明書に書いたんだそれが。後で答え合わせしましょう。その説明書はというと、作業前に捨てちゃってました。作業は最後まで説明書無視。トルクレンチ何それと言わんばかりに勘でナットを締め付け作業終了。と元通りのトルクで締めれば終了と。ここで終了したらただの人ですね。僕の場合は少し走ってもう一回上げて増し締めするぐらいの、慎重さがあっていいんじゃないでしょうかと。メンバーブッシュスペーサーをつけたその効果はどうなんだろうって気になる人もいると思うんですけど、効果これをつけたからどんな効果があるかっていうのはこの際考えないでください。これをつけた状態がシルビアです。ここから車高調をつけるとかバネートを変えるとかアームを変えるとかそういうことを考えてその変化を、楽しむのが筋ですよ。今後、このシルビアを使って、いろんなねそのビギナーっていうかな、車をこれから買ってどうこう走っていこうっていう人に向けた基本的な部品の付け方とかメンテナンスの仕方とかそういうのを、皆さんに決めていこうと思ってますので今後ともよろしくお願いします。次回もお楽しみに。